さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、この滑らかで濃厚なチョコレートプリン、こちらの作り方を紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これプリンカップですね。耐熱容器で必ず用意しておいてください。ここにキャラメル流して焼いていくような感じになります。はい、キャラメル作っていくんですけど、これ鍋火かけて、でお砂糖ですね。お砂糖入れます。でいっぱい入れてもらっていいんですけど、こうやって砂糖を広げてこう鍋底に広がるぐらいですね。今回の量とお鍋のサイズだったら全部入れちゃって大丈夫です。で周りからキャラメル化してくるので、自分の狙ったキャラメルになるまでちょっとこのまま置いておきます。はい、今結構キャラメルいい感じに色が入ってきたので、こうやって鍋を揺すってます。溶け残りがないように。今煙も出てきてちょっと泡がツプツってしてきたので火止めます。であとはちょっとキャラメル好みなんですけど、僕は結構濃い方が好きなので少し濃くします。はい、そしたら水を入れて、ちょっとずつでいいので水を入れてキャラメルの色が進むのを止めたいと思います。はい、これ今出来上がったキャラメルなんですけど、ちょっと見てください。垂らすとほら全然ゆるゆるなの分かりますか？でこれだとプリンを入れた時にプリンの中にキャラメルが全部混ざっちゃうので、必要量の水を入れたら、ここから再度火にかけてちょっと煮詰めていきます。はい、ちょっと今加熱してたんですけど、一旦火を止めて、でこれちょっと全体なじませて、でもう一回ちょっと分かるようにチェックしたいと思います。皆さん熱いんでやけどだけ気をつけてください。ここに置いてるのはちょっと冷ましたくて置いてるんですけど、これ分かります？なんかこうちょっと雫みたいになってて、この感じちょっとこうネチネチしてくるんですよ。ここなのが見えるかな。こうやって糸引いてる感じで、これぐらいになったらもうバッチリ大丈夫です。でこれ以上もうカチカチのキャラメルにもししちゃったら、もう一回水入れてもらえれば復活するので、何回でもこれテストして大丈夫です。これをさっきのカップに流して準備したいと思います。はい、キャラメル流したので、これこのまま常温で置いておきます。はい、これ今材料のチョコレートなんですけど、ここに生クリームを全部一気に入れちゃいます。でこれ何してるかっていうと、これでラップをしてレンジで加熱したいんですけど、加熱してなんか生チョコみたいのを一旦ここで作りたいです。まずそこまでやっていきます。はい、これ今加熱した状態なんですけど、ここでしっかり混ぜてもらって、溶け残しがあったらもう一度温めてください。はい、こんな感じですね。なんか生チョコみたいなチョコレートクリームができました。でここに他の材料を入れて混ぜていきたいと思います。はい、そしたらここに材料の卵ですね、ちょっと入れてしっかり混ぜる。でこれお砂糖も全部入れちゃって大丈夫です。でしっかり混ざったらこんな感じですね。混ざってサラッとなってます。そしたらさらに卵も全部加えちゃいます。でこの段階でしっかり分離しないように混ぜておいてください。はい、こんな感じですね。サラサラとした状態です。あとは残りの材料を加えて混ぜていきます。
はい、ここにしっかり加熱した液体加えていきます。はい、これ今裏ごししたんですけど、これちょっと細かい泡があって、これこのまま焼いちゃうと表面に模様になっちゃうんですね。でこれちょっと紙とかでこれ上にこうつけてあげて、これで流すと、このままこれ流していくと全然こう模様が入らなくなるので、ぜひおすすめです。やってみてください。これ表面なんですけど、ちょっとアルミホイルをつけて蒸し焼きにしていきたいと思います。その方が結構口どけ良くなるので、これ必ずやってください。さあできました。これぐらい表面プルプルっとしてるぐらいまで焼いてください。わかるかな。はい、これしっかり冷やしたプリンですね。これちょっと外していきたいと思います。ちょっと隙間にナイフを入れて周りを取って、ちょっとこうやって振動を与えて、さあ見てください。めちゃくちゃ綺麗にできました。チョコプリン完成です。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。美味しそうですよ。見てくださいよ、これキャラメル美味しそうだし。これうまいね。お店で出てきそう。おいしい。さあこれポイントのおさらいですね。これポイントは、これ生地を作る、材料の入れる順番だけですね。生クリームとチョコでまずこう生チョコみたいなガナッシュを作って、そしたら必ず、卵を入れてましたよね。であそこでこう綺麗に乳化させる、卵黄が乳化させるパワーがあるので、そこで乳化させるっていうのは結構ポイントで、それで必ず作っていってください。そうすればもうめちゃくちゃ滑らかになります。あとは焼いた後に必ずしっかり冷やしてください。一晩冷やすとめちゃくちゃ滑らかで濃厚な味わいになるんですけど、冷やすのがめちゃくちゃポイントです。冷やすとチョコレートの力でこうプリンがギュッて固まったりするので、そこが美味しくなるポイントなので、ぜひ守ってやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。